はい、よしひこです。今回はね、先日ある知り合いの YouTube に、ゲスト出演させていただいた時に撮影した写真を紹介しながら、僕のポスプロ、あと勝利の予想もちょっとね、ほんのちょっとだけ紹介しようと思います。短い動画だと思うんで、コーヒーでも飲みながら気軽に見てください。まずね、その時、先週かな、撮った中之島の写真をね、ちょっとざーっと見ていただきます。ここ大阪の中之島というとこです。はい。これね、朝何時ぐらいだったかな、8時半ですね、ちょうど。日にち2月18日となってますね。はい。これがね、20分の1秒。この日結構曇ってたんでね、シャッタースピード遅めにできました。まあ普通ですよね。レンズは、ニコンの PC の 24mm というシフトレンズを使っています。で、これが、はい、180秒。ND フィルターは多分10段プラス2段の12段ぐらいで、撮影したと思います。これが、20分の1秒 F8ISO64。で、これが、ND フィルター12段つけて、180秒長時間録音したものですね。で、軽くカラーでちょっと現像するとこんな感じです。僕基本作品として最近発表してるのはモノクロが多いんですけど、別にカラーがね、嫌いなわけではありません。ここにね、スポットありますけどね。こういうのはね、ぴょぴょんとやったらすぐ消えると。はい。次行きましょうか。ちょっとね、場所を変えて撮ったものが、これ30分の1秒ですね。で、これもシフトレンズの 24mm で撮って、かなりシフト、アッパーシフト、上の方にシフトして撮ってます。そして同じところで、シフトをかなり下までさせた状態で撮ったものがこれです。なんでこんなことをして2枚撮ったかというと、ここを境に後でくっつけようかと思って、1枚にしようかと思って2枚撮ってます。で、1枚のね、上の部分を長時間録音したものがこれです。150秒の長時間録音ですね。F8、ISO64 ですね。これも12段だったかな。曇ってたんでね、ちょっと割とそれぐらいの ND フィルターで大丈夫でした。で、これがね、下の部分ですね。下の部分を、同じく150秒で撮ったものです。で、それを、くっつけるとどうなるかっていうと、こういう感じになるわけですね。サイズ的にもかなりね、大きい。8160ピクセル ×10211 ピクセルと。簡単に、ライトルームでね、くっつくんですよね。これが上の部分で、これが下の部分ですね。で、これ2つ選んで、フォトマージ、パノラマとすると、ダイアログが開いて、じゃじゃーんと簡単にね、綺麗につながるわけですね。どことどこがつながってるかっていうのがね、ライトルームではちょっとよくわからないんで、その辺厳密にやりたければ、フォトショップか、他のパノラマソフトでやった方がいいと思います。僕は、今回は見たところどこも破綻してないので、これをそのまま使ってます。一旦ね、ちょっとキャンセルします。はい。簡単につながります。はい、次です。次ね、85mm のレンズにしました。これもね、ノーマルのショット80分の1秒の F8ISO64 ニコンの Z7 で撮ってます。で、それを、またね、長時間録音。これは82秒ですね。
82秒したものがこれです。で、軽く現像、カラーで、現像するとこんな感じ。いや、これが元かな。どっちだろう。どっちでもいいです。軽く現像したもんですね。で、ちなみにまだ本格的にモノクロにしてないんですけど、こんな感じにしようかなとイメージで作ったものがこれです。まだね、全然イメージの段階ですけどね。本格的によいしょと処理する前に、だいたいこういうふうにイメージをね、固めるために、ライトルームでラフに現像します。で、どうかな。結構1週間、2週間、寝かせて始めることが多いですね。なんでかって言われると困るんですけどね。ただのめんどくさがり屋だけなのかもしれません。はい、ここからがね、高弘さんの YouTube で紹介されているシーンになりますね。ここが、100分の 1F8 ISO64 で撮ってるシーンですね。はい、ここにね、ご家族がいますね。当然ね、長時間残してないんで、こういった通行にも映ってしまいますね。これがちょっと50分の1秒です。これもまだ普通の写真ですね。ここに通行人が写っていますね。すみません。これかな。これが、長時間録音した写真ですね。180秒になってますね。ちょっとここにね、僕、自分で三脚立てて、ここにね、歩いていってポージングしてますね。うっすらと映り込んでますよね。僕ちょっと微妙に映ったりしてじーっとしてなかったんで、こういうふうにちょっと向こう側がね、透けて見えたりしてます。これはね、気持ち現像したものですかね。してないかな。ホワイトバランスいじったぐらい。ちょっと現像してますね。これが、ちょっとラフイメージっていうかね、ポスプロする前の写真ですよね。この後、フォトショップにね、ちょっと必要な素材を持ってって完成させたのがこれです。こちらになりますね。これがね、ラフイメージで、これが、完成したものになります。多分ね、この動画見てる人は、どういうふうに、ポスプロ、後処理したのかっていうことに興味があって見てると思うんで、ちょっとそこを紹介します。ちょっとこのね、元のファイルを開きます。はい、フォトショップですね。はい。で、開きますね。はい、これが、完成したものです。僕ね、ちょっと、実際作業してるときは3画面で作業してるんで、ちょっとフォトショップのパネル類が全部左右の画面に散らばっちゃってるんで、ちょっと一回正面に持ってきますね。これがメインのレイヤーですね。意外にシンプルでしょ。今回は割と時間もかけずに作っちゃったんで、たったこれだけですね。結構少ないですよね。で、ち
チャンネルは、これだけ作ってますね。まあ、そんなに多くないかな。多い？どうですかね。まあ、詳しいね、ポスプロの仕方、加工の仕方、ちょっと今回取り上げます。まあ、だいたいざーっとね、ざーっと駆け足で紹介します。まず、これが完成形ですね。で、まず、これがカラーです。はい。で、まず、作業する前に、4つのレイヤーを用意します。まずは、この暗いモノクロ画像。そして次は、割とプレーンなフラットなモノクロ画像。で、次がコントラストを強めた、コントラスト強いモノクロ画像。で、次はもうディテールをめっちゃ強調したモノクロ画像。まあ、それを必要なとこだけ、ブレンド取って、必要なとこだけをブレンドして、ちょっと、ローカルアジャスメントとかして、ちょっとグローバルアジャストメントを調整して、こういう風に仕上げるってことですね。で、まあ、それをどうやって調整していくかというと、まあ、こういう、多くの、チャンネル、それぞれのパートにチャンネルマスクを施していって、まあ、部分的に、いいとこだけをね、取り出していくわけですね。はい。そんな雑な、解説じゃわからないと思いますよね。それプラス、ルミノシティマスクというね、まあ最近ね、流行りのルミノシティマスクを、駆使して部分選択をしていくというようなことです。めっちゃざっくりで多分わかんない人はわかんないと思うんで、まあこれからね、僕の YouTube チャンネル登録してくれたら、初歩の初歩からゆっくりじっくりね、お教えしますんで、ぜひ、まだまだね、コンテンツ不足の僕の YouTube チャンネルを初期のファンとしてね、登録していただけると嬉しいです。まずね、こういう真っ黒ね、ほとんどね、真っ暗なね、モノクロ画像から始まってね、ちょっとずつ、見せたいところをね、フォーカスしたいところに、光を当てて、モノクロね、ファインアートをね、作っていくわけですけど、これからのね、チュートリアル、乞うご期待ということで、今回はね、ざっくりと、僕のね、モノクロファインアートを紹介させていただきました。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。